冒険企画局の平野類二先生です。こんにちは、冒険企画の平野類二です。二人操作は熱血専用とか、もう一つ番長学園だとか、ああいうあたりのゲームに影響されて役割をくっきりさせようっていうものを試行錯誤しておりました。エネカレットとかはもっとより脚本に近いんですけれども、TC たちはこれに対してどういうふうに立ち向かっていくんでしょうみたいなところを重視しております。黒帯チャンネル。皆さんこんにちは、黒帯チャンネルです。今日は初登場のゲストをお迎えしてお届けしていきたいと思います。冒険企画局の平野類二先生です。こんにちは、冒険企画の平野類二です。普段はテーブルトークなどを作っております。はい。そうですね。もうたくさん作られてるので、この間もね、インタビュー企画やった時にタイトル全部言ったかなとかっていうぐらい多作な平野先生なんですけども、実はずっとお呼びしたかった。ようやく叶いました。二人操作とか特に少人数向けのゲームデザインを得意とされているってところで、その辺のプレイ人数みたいなところを深掘りして話をしていきたいなと今日思っています。皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。プレイ人数って2人で遊ぶゲーム、3人で遊ぶゲーム、4人で遊ぶゲーム、いろいろありますけど、1人違うだけで随分景色が違うじゃないですか。僕ずっとアーケードの対戦ゲーム作ってきてまして、アーケードの対戦ゲームって元々は1対1の格ゲーみたいなところからスタートして、ストリートファイターに始まる格闘ゲーム、それから2対2だとエクストリームバーサスとかレンジとかね、いろんなシリーズがあります。3対3そんなに多くないですけど、例えばディシディアファイナルファンタジーとか、4対4割と多くて、ロード・オブ・バーミリオンも3以降ですね。ガンスリンガー・ストラトスでね、2丁拳銃のゲームとか、僕が作った中では星と翼のパラドックスというロボット対戦ゲームが8対8。もっと多いので言うと、ボーダーブレイクは最大10対10かな。いろんな対戦人数のゲームがあるんですけども、アーケードの場合って、だんだん増えてきた歴史なんですよ。通信とかのいろいろテクノロジーが追いついてきたっていうのもあるんだけど、初め1対1で負けたら全部自分の責任が重いっていう状態から、もうちょっと気軽にできるようにしていきたいよねっていうトレンドもあって人数が増えてきた。8対8ぐらいになると1人ちょっと弱い人がいても割と周りの人のカバーで勝てたりとかするので、初心者でも何戦目かには勝利をつかめると。逆に言うと1対1の格闘ゲームで1勝目もぎ取るのって何百戦もかかっちゃう。そこでくじけてしまうところを多人数だと勝ちを拾えるっていうところが割といいのかな。アーケードはそういう形で1対1から始まってだんだん増えてきた歴史なんだけど、 TRPG ってちょっと逆じゃないですか。はい。初めの頃って何人ぐらいで遊ぶゲームだと思ってました？最初の頃はそれこそ5人とか。プレイヤー5ですよね。5ですね。ゲームマスターが1人入ってとか、そんな感じのゲームでしたね。長机の短辺のところに GM がいて、マスタースクリーンっていう板を貼って、僕の時は33もいましたね。ロードスト戦記の初期パーティーって6人なんじゃないかな。騎士、戦士、盗賊、魔法使い、司祭、精霊使いで6人ですよね。だから大体6人パーティーって多かったんですよね。っていうところから、忍び神とかプレイヤー4人かなっていうのが増えてきて、3人とか2人とかのシナリオもだんだん増えてきたなと思ってきたら、2人専用とか、GM とプレイヤー1対1とか、結構そういうトレンドが最近増えてきたな。アーケードの増えてきた歴史と逆っていう感じで、ちょっと面白い。関連があるかどうかわかんないんですけど、そこら辺のトレンドってどうして TRPG って減ってきてるんですかね。5人とか4人で遊ぶっていうゲーム自体はされてるわけじゃないんですけれども、2人想定とか3人想定、先ほど言ったように1対1で遊ぶとか、そういう遊び方も増えてきましたね。理由はそうですね、いくつかあるとは思うんですけれども、オンラインセッションツールの普及などがやっぱり大きいのかなっていうのが一つありますね。技術的な問題ですけれども、これもアーケードのゲームの時にもおっしゃられた技術的な問題で人が増えていったというのは逆に、技術的な問題で人が減っていったっていう。多人数でオンラインセッションやったことあるんですけど、誰喋ってるか分かんなくなりません？音声だけだと。テキストセッションとボイスセッションでまた違うけど、特にボイスセッションの時に6人プレイヤーとかだと GM も今誰が喋ったのかなってガチャガチャガチャってなっちゃうと、オンラインだと今誰が喋ったのかなって分かんなくなっちゃう。少人数がトレンドになってる原因になってるかも知れないですね。知れないですよね。ディスコードなんかだと誰が喋ってるかっていうのが表示される機能があるじゃないですか。丸がついたりして、昔のボイスセッションだとは機能的な問題で誰が喋ってるか分かんないっていうことがあったんですよ。とはいえ全員が同時に喋り始めた時とかにはもう判別つかなくなりますもんね。そうですね。技術的な問題で昔はさらに分かんなかったっていうところもありますね。もう一つテキストセッションなんかだと、ディスコードなんかだと誰々が入力していますみたいな待ち時間だったりするじゃないですか。ココホリアさんでもそういう感じの機能だったりもしますけども、
僕は昔 IRC でやってたんですけれども、はい、IRC チャットだと誰が入力してるかなんて分かんないですし、待ちの時間っていうのはかなり長かったんですよ。誰かが喋るだろうみたいな待ちの時間みたいな。で、誰も実はキー打ってないみたいな時間ってあったよね。そういう問題がいくつかありまして、だったら少人数の方が遊びやすいだろうってことで、どんどん減っていったっていう傾向があります。確かに待ち時間っていうのは関係あるかもしれないですね。特にテキストセッションの時の待ち時間ってテンポ悪いなみたいなのもあるから、それが6人とかになると5人分待たなきゃいけない。テキストセッションにせよ、ボイスセッションにせよ、人数少ない方がやりやすいっていうのはあったかもしれないですね。技術的な問題が大きかったんじゃないかなっていうのがまず一つあります。そしてもう一つオンラインセッションの都合なんですけれども、時間がかかるっていうのがありますね。オンラインセッションだと対面で遊ぶよりもどうしても時間がかかってしまうっていうのがまずあると思うんですけれども、そもそも同じぐらいの内容をやろうと思った時にかかる時間が長いから短くするためには人数少ない方がいいよね。そうです、そうです。はいはい。普通のセッションもそうなんですけれども、オンラインセッションって人が集まって何時間か時間を取らなきゃいけないっていうのがあるとは思うんですけれども、オンラインだから集められやすいっていうのは当然あるんですけれども、それを加味しても僕がやり始めた時は6時間とか8時間とかやるのが当たり前だったんですね。なんで途中で区切ったりもするんですけれども、また別の日にしようとか、どうしても時間かかるんで集まりにくくなるんですよ。重たくなりますよね。今日8時間拘束するよって言われると、なかなかね、ボードゲームなんかやってる友達とかに TRPG 誘うと、一番初めに言われるのって何時間かかるの？こっちも嘘で、本当は5時間ぐらいかかるかなって思ってるんだけど、3時間かなとか、じゃあ行くとかやって、実際蓋開けてみると5時間。でも実際やってみると5時間短く感じたってなってくれるから、入り口のハードルで嘘ついてるだけなんだけど、でもそういうのありますよね。そういうのもありますし、続きはまた後日ってした時も、また集まるにはスケジュール組まないといけないので、どうしても少人数の方がやりやすかったんですよ。なるほど。それでだんだん4人、3人、2人、1人、っていう感じになってきたよねと。勘違いないように言っておきたいのは、アーケードもそうだし TRPG もそうなんだけど、だんだん減ってきた、だんだん増えてきたって別に最新のものが正義ってわけじゃなくて、多様性が増えてきたって感じですよね。今の話総括すると、オンラインセッションの普及が少人数ゲームのトレンドを作ってきたっていうのは間違いなさそうですかね。そうだと思います。平野さんは少人数のゲームを得意とされてるのかなと思うんですけど、少人数のゲーム作りたいなと思ったきっかけとかモチベーションみたいなものってあるんですか？僕はオンラインセッションの出身なので、いざオフラインセッションをやるときですね、ちょっと困ったことがあったんですよ。先ほどテキストセッションとボイスセッションの違いみたいな話したと思うんですけど、僕はテキストセッションばかりやってたんですよ。オンラインのテキストセッション出身なんですね。出身です。はい。家で喋る環境がなかったりしたんで、テキストセッションをメインにやっていて、JGC っていうイベントがありまして、そこに連れられて初めてオフラインセッションをしたって人なんです。オフラインセッションが大規模イベントだったんですね。そうですね。大規模なコンベンションイベントだったんです。結構ハードル高めのところで、そういうこともありまして、オフラインセッションってあんまり慣れてない人なんですよ。ボイスセッションもやってなかったんで、人前で喋るってことはそもそも苦手だったんです。なるほど。いざ冒険内とかでオフラインセッションした時に、これ喋れないなっていう。その頃には冒険に入っちゃってるんだ。そうです、そうです。学生時代のエピソードというよりは社会人になってるっていうか。そうです。冒険に入ってようやくオフラインセッション始めたような人なんですけども。なるほど。じゃあオフラインセッションやってみたら、これはテキストセッションのようにいかないぞっていう。はい。これをうまく喋れない。自分ロールプレイができない。みたいなことにちょっと引っかかりを覚えまして、オンラインセッションの時にやったことがある少人数のゲームとか、少人数のシナリオとか、あれを使えば自分でも喋れるんじゃないかっていうのをちょっと考えてましたね。なるほど。そこが少人数のきっかけなんだ。そういうふうに思って作ったのはどのタイトルになるんですかね？ビギニングアイドルっていうアイドルものの RPG っていうのがありまして、それを作ってた時なんですけれども、自分はテキストセッション出身なんで、アイドルのロールプレイとか、そういうのがまっすぐできるだろうと思ってたんですよ。テキストセッションだったらできる。そういうイメージでアイドルのロールプレイもできるだろうと思ったんですけれども、意外と自分でやってみるとできないかもしれないなっていう感じまして、その時期にマイクとかも普及し始めていて、ボイスセッション増えてきたんですよ。オンラインでも。なるほど。オンラインでもテキストならできるけど、ボイスだとこれはできないかもなっていうのをちょっと考えまして、だったらどうしようかなっていうのを考えて、人数を減らしてみるかっていうのがまず初めです。なるほど。ビギニングアイドルとかもリプレイとかは3人で撮ってたりするんですけれども、これも少なめにしてみるかっていう試みの一つです。確かに。ここから減らし始めてみようっていうのを考えたきっかけはそうですね。その後もう2人操作とか来るのかな？その次はヤンキー&ヨグソトーサ来るんですけども、ヨグソトーサって、その次に2人操作。2人操作か。2人操作はタイトルに2人って入れてるぐらいだから、かなりの強い気持ちで2人だぜって思って作られたわけですもんね。そうですね。最初から2人用の RPG だっていうことを企画として作りました。冒険の先輩にプレイヤー人数が少ないから売れる人が少ないかみたいな話だったんですよ。そこがね、面白ければあんまりプレイ人数関係ないかなって感じはするけど、そこを心配するのはわかる。そういう心配も声もあったんで、自分でも結構チャレンジではあったんですけども、
魅力的なテーマとか遊びやすさみたいなのを確保しないとなっていうのは考えてました。二人操作は探偵と助手っていうパキッと分かれてて、探偵2人とかもないし、助手2人でやることもないし、探偵と助手っていうことで決まってるので、キャラクターシートも違うじゃないですか。キャラクターシートが違うゲーム、違っているので、2人でやれることも被らないから、スポットライト当たるところが初めから用意されてますもんね。そこが確かに絶対喋るし、絶対置いてかれない作りっていうのは、そこから見て取れるなって感じますね。先ほどのアーケードゲームの話じゃないんですけども、責任を多くしたっていう意味です。なるほど。そこの考え方は実はアーケードと変わらないんだ。2対2の役場とかだと1人の責任重いから、だいたい隣の相方がやられるとバリゾーが飛びやすい。これは4対4だと1人落ちてもやめてよっていう感じのトーンは少し下がるんですよね。そういう意味で言うと、一人一人にスポットライトが当たりやすい、責任が強いっていうのは同じことなのかもしれない。TRPG だとトレンドになってったっていうところあるのかもしれないですね。4人5人でプレイヤーで遊んでいるときは、自分はここは見ててもいいやとか、ここはロールプレイを貯めておこうとか、この2人のシーンだから炎上しておこうみたいな話はあると思うんですけれども、それを取っ払った形ですね。かつてのゲームもなかったわけじゃないんですよ。例えば D&D における鍵がかかってるよっていうところは、マスターからしたらローグにスポットを当ててるシーンだし、敵が出てきて味方が怪我を負ったらクレリックさん出番ですよ。それぞれに出番はゲーム的には用意されてるんですよ。シミュレーションゲームとしての役割っていうよりは、ロールプレイとしての役割っていうところをすごい明確化したっていうところをプレイさせていただいた時に、わー、これは新しいなって思いながらすごい見させていただいてた思い出があります。二人操作があって、はい、エネカデットです。先輩後輩 TRPG。エネカデットも二人。二人用で、ですね。そうですね。これも先輩と後輩でキャラクターシートが違うみたいなですね。エネカデットの後が化けの皮ですか、化けの皮。天才軍師かな。その前にビーリングアイドルの大版がありますね。そうか。ビーリングアイドルの新版があって、よくそんなに一人で出せるなって思うぐらい出してますけど、で、天才軍師。最近ちょっと天才軍師一緒にやらせてもらったんですけど、天才軍師も役割としては2つ。戦略級英傑という役目が一応増やせるようにはなってるけど、リプレイ確か11でしたよね。そうですね。あれも11のイメージでした。プレイヤー2人っていうところで言うと、平野さんが第一人者って感じだと思うんですけど、出した後のユーザーさんの反応ってどんな感じだったんですかね。やっぱり2人で遊ぶってことに結構抵抗があったみたいなんで。抵抗があったんだ。少なすぎってことですか？少ないっていうのもあるんですけども、コンベンションでどう遊べばいいんだみたいな話がまず最初にありまして。コンベンションとの相性か。プレイヤーの遊んでる人の反応ってどんな感じだったんですかね。役割が違うっていうのもこれまでの RPG にあったといえばあったんですけれども、メジャーではなかったんで、それに少人数が組み合わせてはいたんで、能力が全然違うから公平じゃない感じをするとか、公平さね。割とオリジナルに近い TRPG って全く同じキャラクターシートはい配るよって言ってみんなで埋めてって作るじゃないですか。全員がヒーローという意味では平等っていう状態から持ってくるゲームが多かった。それを遊んでる人たちからすると、天才軍師だったら天才軍師しかできないのとか、僕らもそういうロールプレイしたいよみたいなことはあったのかな。それは新しいものに対するアレルギーじゃないけど、少し違和感とか、でももうさすがにたくさん出されてるから、平野さんのファンの人はもう1、2で遊ぶっていうスタイルは定着した感じだと思うんですけど、どうなんですかね。自分のファン層には届いてるかなっていう感じはするんですけれども、それ以外のところからどうやって遊んでいるのか見えてこない。感想とかあんまりつぶやかれないみたいなイメージがあって。完全に想像で言うんですけど、一人のマスターに5人とかでやってるグループってつぶやきがちですよね。何なんだろう。少人数のタイムラインとかにあんまり流れてこない気がする。どうしてもやっぱり閉じた世界になっていくんで、私たちだけがこれを知ってればいいんじゃないのみたいな感想にはなっていく。忍び神とかの方が見る気がするんですよね。なんとかさんの宅で遊んできましたみたいなやつ。どうしても感想が見えてこないから、本当にやってるのみたいな、そういう感想がたまにあります。プレイ人数が多い方が、あれ遊びました、私もみたいな感じで、透明するみたいなつぶやきが散見されるんですけども、少人数だとどうしても少なくなるっていうイメージはあります。なんかマーダーミステリーとか9人とかのやつが多いじゃないですか。最近マーダーミステリーも減ってきてるっていうので、TRPG と似てるなっていうのはあるんですけど、その話ちょっと置いといて、9人とかのマーダーミステリーで、今日みんなでこれ遊んできましたって言ってパッケージ写真撮ってあげるとかってめちゃめちゃ見るじゃないですか。でも見てる印象よりは遊ばれてる数ってそんなに多くないっていうか、
か、人数多い方がみんな拡散したがるのかな、心理学的な何か根拠があるのかどうか気になるところですけど、ユーザーさんからの意見聴取って工夫が必要なんじゃないですか？それこそ先ほど言ったようにほとんど見えてこないので、さてどうしようかなってすごい悩んではいるんですけれども、未だに答えは見つかってないんですけれども。じゃあもうこれをね、ご覧の皆様は、平野先生のゲームを遊ばれたらですね、感想とか、遊んだよっていうことを書くだけでも、このゲーム楽しそうだなっていう宣伝にもなるし、仲間広がっていくと思うので、ぜひぜひ書かれていないということが今問題になっております。さっきキャラクターシート違うゲームって新しいよねみたいな話あったんですけど、僕の大好きなゲームで番組でも紹介したことがある熱血専用はね、初めからヒーローとフェローっていうので、キャラクターシートも違うし、持ってるスペックも違うし、やることも全然違うっていうゲームで、ヒーローは結構やること多いんですけど、みんなからね、話しかけてもらえるんですよ、ヒーローって。フェローはみんなヒーローに憧れてたり、ヒーローのこと好きだったり、ヒーローとライバルだったり、ヒーローを中心に人間関係ができてるので、ヒーローってね、絶対暇にならないし、置いてきぼりにならないんですよ。二人操作を拝見した時に、あれだって懐かしく思ったっていうところもあって、これ影響を受けたりしてるんですか？もちろん受けてます。二人操作は熱血専用とか、もう一つ番長学園だとか、ああいうあたりのゲームに影響されて役割をくっきりさせようっていうものの試行錯誤しておりました。TRPG における自由度みたいな話と役割がはっきりしてるみたいな対立的に語られることが多かったりして、番長学園とか熱血専用多分ほぼ同世代のゲームなんですけど、その頃って自由な RPG と、これらはね、がんじがらめとか不自由っていう風にね、捉えてる人もいたんですよね。あんまりトレンドになれなかったなって中で、よりロールプレイとか、自分のキャラクターを演じるとか、他のキャラクターとの掛け合いを楽しむみたいな概念が、音声のおかげなのかな？そっちのウェイトが上がってきたっていうのは、この15年、20年ぐらいのトレンドとしてあるのかなと思うんですけど、どうですかね、その辺。僕はテキストセッション出身だって話はさっきしたんですけれども、そちらはやっぱりロールプレイがすごい重視されていて、なるほど。僕が最初にやってたナイトウィザードセカンドなんですけれども、ナイトウィザードは有名な NPC とかいるじゃないですか。アニメ化とかされて、その時のキャラクターがこういう風に喋りかけてくれるんだみたいなロールプレイじゃないですか。そのキャラクターと会話したりとか、お話の中に入ってる感じで楽しい。バトルで勝つとかっていうのもあるけど、ロールプレイ自体の重みっていうのが上がってったんだ。そのロールプレイを重視していて、それこそロールプレイがすごい白熱して8時間どころか12時間ぐらいやってたりするんですけれども、途中から脱落する人がいっぱい出てくる、確かにね、そういうことってありますよね。オンラインセッションのトレンドの中で物語性っていうのが重視されるようになったのと、あとは少人数っていうニーズが増えてきたのっていうのを考えると、出した時はみんな不安に思ってたんかもしれんけど、出るべくして2人操作とかにたどり着いたんだなって感じました。熱血専用の他にも参考にした RPG はありまして、こちら同人なんですけれども、同人カムズというゲームがありまして、やったことない。結構おしゃれな感じのゲームで、これは2人操作が出る前に出た同人の2人用の RPG なんです。プレイヤー2人専用のゲームです。配役を強く印象付けているゲームで、この PC はあなたの分身ではないですみたいなことが明記されてたゲームです。プレイヤーと PC の距離みたいなのを明確にこう線引きしてますよっていうことなんですね。2人用のゲームだと役割は明確にした方がいいのかなっていうのをちょっと考えてまして、なるほど。それが2人操作の探偵と女性のアイディアにつながっていたりもしますね。なるほど。役割をはっきりさせて、キャラクターはこう思っています。感情っていうルールでキャラクターがどう思ってるかっていうのを表すとかもそうなんですけれども、プレイヤーはこう思ってるけど、キャラクターはこう思ってますよっていうのをよりはっきりとした形になっております。プレイヤーが分身だと思ってる人は、感情のシステムとかでこの人をね、嫌ってるとか言われると、いや、嫌ってないしってなる場合もあるけど、自分とは話しておくと、ドラマを見てるみたいなテイストで遊べるようになるのかなっていう感じがありますね。ゲームのテイストの違いですよね。このゲームはパキッと分けてやってると。2人用のゲームの場合は立場もしっかりしてて、感情なんかもゲーム側から規定してあげた方が良さそうってことなんですかね。キャラクターもプレイヤーも違う人なんですよっていうことを強調してるっていうイメージです。方が遊びやすいかなっていう感じですかね。2人用だと1対1の話になることはすごい多いんで、その2人同士の関係みたいなのがすごいダイレクトに出るんですよ。プレイヤー同士の関係ですね、キャラクター同士というのは。なんで、ここでやってるのは RPG なんですよってことを強調している形にはなってます。なるほど。あんまりそこまで考えたことなかったですけど、言われてみると確かにその通りだなって思いました。すごい勉強になるな。普段プレイしてるのは、僕は割と多人数のゲームが多いんですけど、少人数のゲームをデザインする上でのこういうところは気をつけてるとかってなんかあります？少人数ゲームをやるときに気をつけてることなんですけれども、話題を途切れさせないようにするっていうのがまず一つでありますね。セッション中にロールプレイのきっかけのものとか、喋らないといけないことみたいなのを
あらかじめある程度用意しておくっていうのが気をつけてることです。1対1だとどうしてもお見合いになることが多いんですよ。お互いに何も喋らないっていうか、喋るきっかけがないとか。具体的にこのゲームだったらこんなところみたいなのってあります？先ほどの2人操作の話なんですけれども、事件のことについて話したりだとか、探偵だと捨てたカードっていうのがあるんですけれども、捨てたカードね。はい。事件の表しとか書いてあって、この事件はこういうことだっていうなんとなく喋ることがあったりして、これを話題に話してくださいっていうシステムなんですけれども。なるほど。これについて話せばいいよっていうものが次々出てきたりとかするから話が途切れないし、票を振ってみたいなタイミングも結構ありますよね。そうですね。票を振ってってタイミングがすごい多いのはそういう意味です。票を振るってなると会話が途切れてても、とりあえず票を振ってからそれについて言おうってなるもんね。大人数のセッションでもたまにあると思うんですけども、誰も喋らないっていう空間がたまにあったりするじゃないですか。キャラクターシートの計算中とか、戦闘中のサイコロを振って、この数字だとこうなります、こうだったかな、みたいなことを考える時間はあってもいいとは思うんですけど、ロールプレイのきっかけがなくて、誰も喋らないっていう時は、4人いれば誰かが喋るだろうみたいな気持ちがあるんですけども、2人だときっかけがないと。少人数になって、舞台がたくさん用意されているけども、弊害として自分が舞台上でテンパっちゃったりとか、フリーズすると誰も喋らなくなるんだ。そうですね。先ほど責任を重くするみたいな話があったんですけども、責任が重くなった結果、片方が倒れてしまうと、両方共倒れになってしまうので。そこを防ぐために、表だとか、ここはこういうフェーズだからこれをやるんですよ、みたいなことがはっきり決まってるっていう感じですかね。そうですね。そこをやっぱり気をつけるところです、ね。はいはい。平野さんが作ってるゲームって、ちゃんとフェーズっていうか分かれてて、ボードゲームのルールブックに近いっていうか、初めこれやって得点フェーズでみたいなのあるじゃないですか。そういうのに近いなっていう印象を持ってたんですけど、責任が重いからこそ迷わないようにはっきり道しるべを置いとくっていうイメージなんですかね。全てがちゃんと合理的な理由があって繋がってるんだなっていうのを今改めて理解しました。作るときに気をつけてることもう一つとしては、二人操作とかエネガレットとかで採用しているシステムの一つなんですけども、感情というルールがあって、相手のキャラクターのことを自分のキャラクターはどう思っているかっていうのを強く意識させるシステムがあります。あれは特定の場面で発生しまして、相手のことをここまでの仕草からどう思ってるんでしょうかっていうのを問いかけるシステムなんですけれども、あれをすることによって二人だけのロールプレイだと脱線がすごい多いんですよ。雑談みたいになっちゃって目的意識がずれていっちゃうんですよ、どんどん。感情を取ることで、この話はこんな感じだったねっていうまとめにしまして、一旦の区切りをつけてさせる。区切りをつけさせるためのシステムなんですね。先ほどフェーズで区切り分かれてるみたいな話があったんですけども、一旦区切りをつけるっていうのを結構意識しております。そうか。ちゃんと進んでいくためのマイルストーンみたいなのがちゃんとあって、次はこっち行けばいいんだよね、こっち行けばいいんだよね。大海原に漕ぎ出しちゃうと、二人で楽しくしてあっち行ったりこっち行ったりしちゃうっていうのは、なんとなくイメージできるなと思いますけど、なるほどね。これはテキストのオンラインセッションの時に出た話なんですけれども、4人集まってみんなでおしゃべりとかが盛り上がって、8時間とか10時間とかなるじゃないですか。ただその時のシーンが登場してた PC が2人だけだったんですよ。申請で PC が2人だけだったんで、楽しくおしゃべりしてたのはその2人とゲームマスターぐらいだったんですよ。じゃあそこに置いてきぼりのあと2人ぐらいがいたってこと？そうですね。それが僕だったんですけども、オンラインセッションではあるあるではあるんですよ。申請だから通訳できる場がパッキリしてるからこそ、時間制限あるわけじゃないから、1シーンが1時間続いたとしても、ゲーム的にはそれはダメだよとは言わないですもんね。マナー的にはちょっとなってなっちゃうところだと思って、おしゃべりする側も遠慮しながらちょっとやってたりとか、待つ側も結構大変だったりとか、そういうところがあったと思うんですけれども、2人用のゲームだったらいくらでもおしゃべりしていいんじゃないかっていう気づきがありまして、それは2人用の RPG 作る原点の一つなんですけれども、好きなだけ話せる空間を作ろうっていうところがありました。ロールプレイとか交えながら、プレイヤーでも雑談したりとかして、そういう風に盛り上がっていくっていうのも2人用のゲームのいいところなのかなって思います。ごめんなさい、脱線するんですけど、いなくなったなと思ってた役職があって、パーティー6人いた時代は、マッパーとかコーラーとか決めたんですよ。マッパーっていうのはそこ分かれ道があるよみたいなのを方眼紙にこうずっとマッピングしていく人。コーラーっていうのはみんなの意見がぐちゃぐちゃになった時に、最終的にお前ら右に行くのか左に行くのかみたいなことを言う人っていうのを一応ね、役割決めてたことがあったなと思って、この間なんかで読んで、そのあったねと思ったんですけど、それはね、人数多い時こちらがあるからなんですよね。最終的に GM と会話して、船で川を渡るんですとか、泳いでいくんですみたいなことを言う人。そういうものがいなくても、どちらかった状況がちゃんと元に戻ってくる仕組みっていうのがゲーム側でちゃんと用意されているのはすごくいいし、マスターに優しいですよね。
そうですね。マスターがやっぱり雑談に乗ったりすると、よりさてどうしようか、どうなったっけみたいなことがあったりするんで。友達同士で集まってると、はい雑談自体も楽しいじゃないですか。一回このまま雑談でみたいになって、僕たち何のために集まったんだっけみたいなことになりにくいっていうのは、すごいいいなっていう感じがします。洋芸っていうくくりで言っちゃうとあれですけど、D&D もそうだし、ゴハマーとか、サイバーパンクとか、翻訳物のゲームとかのシナリオって、敵のデータだけボンって置いてあって、こいつはこういうことを考えて、こういうモチベーションで動く以上、みたいな。こいつはいつ僕らに襲いかかってくるのかとかわからんみたいな。GM がうまくやってねみたいなゲームが割と多いなって思う中で、それって面白いんですよ。うまくはまると面白いんだけど、GM の負担ってね、すごい大きいですよ。洋芸結構 GM 難しいんだけど、日本のゲームってそういう意味ではシナリオ作ったりするのってやりやすいなと思う。特に平野さんのゲームはやることがパッキリフェーズごとに分かれていたりとか、表を使ったりとかってゲームのルールブックに載ってる表を使う分には自分でね表を作ったりしなくてもいいですし、用意されてるものがはっきりしてるので、すごくシナリオ作りやすいなと思うんですけど、少人数、特にプレイヤー2人のゲームをやる上でマスターがオリジナルのシナリオを作るってなった時に、この辺コツとかこの辺は注意した方がいいよみたいなことってあったりするんでしょうか？例えば、二人操作なんかは、いわゆるシティアドベンチャーなんですけれども、シティアドベンチャーって普通は舞台からまず作るじゃないですか。なんですけれども、二人操作の場合は事件から作っていくことがすごい多いんですよね。こういう事件がありました。それに対してプレイヤーたちはどういう状況で接するんでしょうかっていうところを結構重視してるゲームなんです。なんで、舞台を作るというよりは、脚本を書くみたいなイメージが結構強いです。ちょっとハードル高くなってきちゃったけど。そうですね。むしろ高くなっちゃう。高くなっちゃったけど。事件ってどっかから輸入してきてもいいし、自分が読んだミステリーの面白い小説とか映画とかね、あったら、それをちょっと改造したりしてもいいだろうし、元ネタはいろいろ転がってますからね。無から作れって言ったら困るけど、事件さえ持ってくれば、二人操作の場合は作りやすいか。そうですね。先ほど雑談に分かれちゃうみたいな話をしてたじゃないですか。はいはいはい。雑談のネタになるようなことをいくつか入れるのもコツの一つだったりします。どちらかっちゃうみたいな話したんですけれども、割と二人操作はそれを許容してるゲームではあるんです。なるほど。少人数なので、どんどん話題を作って話題を途切れさせないようにしようっていうものの一つなんですけども。じゃあ事件本筋とは関係ないけど、猫が飛び出してきて、猫可愛いって言ったり、アレルギーなんだって言うみたいな。そういう本筋と関係ないものをネタ仕込んどくと、会話も楽しいし、思い出には残りますよね。最短距離で事件解決したっていうよりは、あっち行ってこっち行って解決したって方が、それってどういう風に仕込むんですかね？野鳥がいなくなったみたいなシナリオだと、野鳥に関するトリビアが入ってたりとか。それがいきなり判定でただ分かるってだけじゃなくて、へーっていう、それって本当なんだみたいな。先ほど8時間も10時間もみたいな話したんですけど、オンラインセッションで。2人とか3人なら、どれぐらい話を長くしても寝ることは少ないので。なるほどね、はい。ずっと当事者ですもんね。置いてかれるってことはない。あの話早く終わんねえかなとはならないわけだ。雑談を入れても逆に許容される。それは勉強になるな。ゲームとしてはそのままだと困るので一回途切れさせるんですけれども、区切るタイミングはあなたたちの好きにしていいですよって構造なので、楽しいおしゃべりをするのもセッションのうちの割と重要なファクターというか、設計しちゃってもいいかなって感じですね。その視点は全然なかったな。僕大人数のシナリオばっかり書いてるから余計な方に行くとか雑談を切るのはなるべくテンポよくやるために、その話はじゃあここで切るよってやっちゃうんですけど、少人数だったらもう少し優しく許容してもいいのかな。友達と夜1時間だけおしゃべりする代わりに TRPG やるとか、肩肘張らないでできるっていうところも少人数ならではの良さなのかもしれないですね。エネカレットとかはもっとより脚本に近いんですけれども、はい、2人の間にこんなことがあります、この劇の中で自由なところはプレイヤーにお任せしますけれども、どちらかといえば PC たちはこれに対してどういうふうに立ち向かっていくんでしょうみたいなところを重視しております。それも二人操作の事件と一緒で、何か障害があって困ったことが起きたりとか、何か事件が起きてそれに向かってどうやって立ち向かっていきましょうかっていうところなので、2人のバディがいて、しかもやれることが割と明確に異なってる2人を楽しませるために、そこに対して2人で協力しないと解決できない事件をぶつけるっていう構造じゃないですか。そうですね。しかもそれを探偵だけの力で解決するわけでもなく、助手だけで解決できるわけじゃなく、必ず協力しないと解決できないっていう、天才軍師とかもそうか。軍師も必要だけど、戦う人もいないと戦えないしっていうところもあるし、だとすると障害とかハードルになる事件みたいなものをとにかく初め想像して、これ面白いぞってなったら、そこに向けてどういう階段登っていけば解決できるのかっていう風にシナリオを作っていくのが良さそうなんですかね。そうですね。階段を作って、先ほどのヒーローの話じゃないんですけども、ヒーローはどういう風にこの事件に関わっていって、
で、うんどういうふうに問題を解決するかとか、ヒーローに対するもう一人の助手とか、そういう人物がどういうふうにこの事件に関わって解決していくのかっていうところを重視していけばと思ってます。なるほど。二人操作のシナリオってイメージだけで作るの大変そうとか、センスが問われそうとか思っちゃうけど、一個ハードルとか事件みたいなののネタさえ考えつけば、あとは割とシナリオを落とすのは、フェーズもしっかり決まってるし、楽なのかな。ちょっとトライしてね、僕も見たいと思います。二人用のゲームもたくさん作られてるから知見いろいろ溜まってきてると思うんですけど、この間川島さんと秘密の話をした時も、川島さん秘密のあるゲーム大量に作ってるけど、まだやりたい秘密のゲームあるんですかって言ったら、まだまだ秘密には可能性があるって言ってたんですけど、同じような質問ちょっとしたくて、二人用のゲームでこんな遊びはまだやれそうだなとか言えなかったらありますだけでもいいんだけど、あったりするんですか？可能性はあると思うので、まだまだやっていきたいなっていうのがまず一つあります。あとは一回やってみたいのは囚人とか普通の人とか、もうちょっと傾斜をつけた関係みたいなのとか、傾斜をつけない関係も一回やってみたいなって一個思ってます。フラットなやつですね。フラットなやつですね。今まで探偵と助手とか先輩と後輩とか、ある程度傾斜がついた関係みたいなのを多く作っていたんですけれども、逆に傾斜がない関係とか。二人の関係値のいろんなパターンがあれば、いろんな二人用の TRPG 作れますもんね。もっといろいろできるんじゃないかなって思って試行錯誤中です。これからも遊ばせていただければと思います。というわけでね、総括というとあれなんですが、TRPG もそうですし、冒頭言ったアーケードゲームもそうですけど、人数多ければ偉いとか、少なければ偉いとかっていう話じゃなくて、時代の変化の中でいろんな人数で遊べるものが増えてきてる。TRPG に関しては少人数で遊びやすいものが今増えてるよね。一方で、5、6人で遊ぶゲームが廃れたわけでもなくて、依然として人気があるものもありますし、いろんな生活の中で、このぐらいの時間でこのぐらいの人数しか集まれないからこのゲーム遊びましょうとか、たくさん集まれるときはこういうパーティーみたいなゲームやりましょうみたいな TRPG 自体がそんな広がっていくといいなとすごく思いました。僕2人用のゲームとか遊ぶ機会が少ないんですけど、今日勉強させていただいたことを思い出しながらいろいろ遊んでみたいなと思っております。オリジナルから IP ものまで縦横無尽に活躍されている平野先生ですが、お忙しいと思いますが一緒にゲームしたりぜひしましょう。今日はね、本当に楽しい話をありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方などゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。また、こんなテーマを聞いてみたいなどリクエストございましたらコメント欄にお願いします。ではまた次回をお楽しみに。さよなら。さよなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。